はい。わあ、超事故った。事故ってた。事故ったせいでいろいろ設定変えなきゃいけないんで、少々お待ちくださいませ。治りましたね。はい。ちょっとめちゃめちゃ事故って、実は枠もう一個取ってあったんだけど、その取ってた枠なんか手違いで消えてしまって、今再度枠立て直すっていうバカなことをしてましたいきなり反省会ネタを作ってしまった。では、早速始めていきたいと思います緊張した上に初手めちゃめちゃミスったせいで超テンパってる。なんか音がこれか。めちゃかぶってたんだけどさて、これでなんか困ったね。なんか音が入っちゃってるんだよね。これ何の音だろう。これか。はい。何もなかった。なんかね、画面には0時8分って表示されてますけど、僕にはまだ0時0分で、まだ10秒ぐらいしか経ってないっていうことでね、始めていきたいと思います。めちゃ事故だ。はい。ではね、まず自己紹介枠ってことでね、もう8分使っちゃったから、あと50分ぐらいしかないんですけど、やっていきます。そのためにね、準備してきたんで、早速これを、よいしょ。これちゃんと見えてるかな。はいはい、表示がされた。はい、これまずでっかく港沿い、これね、みんなの友達って書いて港って読むんですけど、はい、ツイッターくんから声が入ってたのか、なんかイヤホンに自分の声が遅れて入ってくるなと思ってたら、これだ。めっちゃ喋りづらかった。はい、では今度こそ始めます。これね、マインドマップ作ったんですよね。いろいろと時間をかけてペチペチ打ち込みました。では港随プロフィール、上からね、名前港随です。もう何回も言ってますね。はい、年齢26歳、性別男、誕生日12月3日、
出身、グランサム生まれ日本育ち。グランサムはイギリスのちょっと田舎の都市みたいなところですね。最近だとなんか観光地としてちょくちょくなんか日本からも人気があるみたいな話を聞くんですけど、そんなところです。職業 SE データサイエンティスト。ここなんか投資家って書いてないな、ミスってるね。はい、次、趣味、株、ゲーム。その通りですね。好きなお酒、エール、焼酎リキュール、ウイスキー。これ難しいな。なんかビールというよりはそのエールが好きでめっちゃ喉イガイガしてる。やばい。こっから一日喋り続けれるか。で、焼酎リキュール、焼酎が好きというよりは焼酎で作った、フルーツリキュールとかですね。まあお子ちゃまみたいな甘い味が好きなので、そういったものが好きです。で、ウイスキーはほぼほぼ飲まないんですけど、ジャック・ダニエルがひたすら昔から好きでよくボトルを買ってます。今も何リットル ?3 リットルだったかのボトルが2本転がってますね。天品のパイナップルエール、これエールの代表格というか、僕の中の好きなエールの代表格ですね。で、天品っていうのが、10本のピンでまんまのボーリングのことなんですけど、アメリカの、どこだっけな、あれ、そこはサンフランシスコかなにある天品醸造所ってところが作ってるパイナップルエールが、仕事でアメリカに行った時にたまたまその出張した場所が天品が本拠地としてる場所で、先輩に連れて行ってもらって飲んだんですけど、初めてビール美味しいって思った時ですね。多分ここから海外のビールにハマっていきました。日本だと多分買えないと思うので、もしアメリカに行った際には、スーパーとかでも結構売ってるので、見つけた際には飲んでみてください。次、リーフマンス。これリーフマンス酒造のスペルミスってるねリーフマン酒造の、リーフマンというフルーツエールですね。ベルギーのリーフマン酒造で、昔のリーフマンはちょっと美味しくなかったんですけど今リーフマン酒造のトップが女性の方になって、女性が作る女性のための美味しいビールみたいな感じでだいぶ味を変えて、それからすごい甘くて飲みやすいベリー系の味に変わって、その後にすごいハマったかな。めちゃめちゃ甘くて美味しくて、ビール苦手っていう人にとりあえず飲ませると大体みんな飲めるっていう、そんな感じのビールです次、伊勢満さん、ステラハーフン。急に漢字になったんですけど、これ日本の伊勢満なので、名前から分かる通り三重県のお酒ですね。伊勢神宮の結構近くというか中にお店があって多分伊勢神宮からすると一番近い距離にお店を構えてる酒造さんですね。結構焼酎系強いところなんですけど、そこの、ブランドステラっていうブランドがあるんですけど、それを使って作った、お酒です。柚子とかジンジャーとかいろいろ味あるんですけど、これの柚子味がめちゃめちゃ好きで、ほぼ常備してますね。720ml で1700円ぐらいだったかな。場所にもよるかもしれないですけど、送料込みで2000円でお釣りが来るぐらいの金額で買えるので、気になる方は買ってみてください。で、最後ジャック・ダニエルのブラック、いわゆるオールドナンバー7ってやつですね。ロックで飲んでも美味しいし、普通にコークハイとかジンジャーハイとか普通にハイボールとかで皆さんよく飲むやつですそんな感じで、好きなお酒ここ4つはちょっと挙げたんですけど、他にも結構飲むといえば飲むし、好きなもの何があと好きかな。基本的にベルギービールが好きなんで、ここリーフマンスしか書いてないですけど、割と好きなのがヒューガルデンのホワイトとか結構好きだったりとか、ベルギービールじゃなくなるけどハイネケンとかあの辺のビールも結構好きですね。はい。
次、プロフィールの方はって今度活動の方のやつに入ってきます。SNS、これはちょっとさらっと流していきますね。はい、X、みなとずいっていうアカウントがあります。で、URL が長すぎて、ちょっと見づらいですね。はい。タグの簡単な紹介入れてます。総合タグ、配信タグ、ファンアート用のタグですね。はい。で、あとスレッドと、ポストっていう、なんて言えばいいんだろうな、Twitter に代わる SNS としてそこそこ一時期名前の上がってた結構新しい新興 SNS ですね。と、あと YouTube で、キック、これは配信サイトですね。結構その YouTube からこっちに移行するっていう海外の方とか多いので作ってみたんですけど、後々は同時配信という形で YouTube、キックで、あとこっち Twitch ですねも3つに同時に配信するような形でやっていこうかなって考えてますはい、動画&配信で、これはどういったコンテンツをやろうかなって考えてるところですね。まず配信で、まず一つはゲームですね。で、なんかどうやった配信っていう内容とはちょっと違うな。まず経歴から、ドラクエ 6RTA スーパーファミコン実機7時間52分29秒。これ当時世界4位相当、2011年頃ですね。もうドラクエ6はめちゃめちゃやり込んでて、戦闘を除けば多分目隠ししてもプレイできるぐらいには当時やり込んでました。で、バトルダイアリー世界一半年ほど維持、これスマホソシャゲ、いわゆる放置ゲーの走りっていうのかな。多分バトルダイアリーでググると今出てくるのかなもうアンドロイドのストアから三度消され名前を変えずっとサービスしてたんですけど、これが僕が2016年頃かなに多分やってて、そこからバカだなと思ってやめちゃったんですけど、もう月に100万ぐらい課金してたゲームですねで、あとは RO とか FF11 で、遊びじゃないからっていうネットミームがあると思うんですけど、ざっくりそれ相応のプレイ歴っていうのがあります。主に MMO が主戦場でゲームはやってきました。で、得意なのですね、ドラクエ6に代表されるような RPG で、ROFF11 っていうような MMORPG と経営シミュレーション、これ単純に経営シミュレーションっていう数字がインフレしていく、ひたすらなんか設定して、あとは時間を進めて数字がインフレして金が貯まってまたそれを使ってみたいなゲームが好きで、昔からよく暇な時にポチポチしたりみたいな感じで遊んでたやつですね。いかにその効率的に金を稼ぐかみたいなことを考えながらプレイするのが好きだったんで、ちょっとここにあげました。で、次、逆に苦手なゲームですね。苦手なゲームはもうちょっと見えてるんですけど、格ゲー、落ち物、パズル、シューティング全般、これはもう若干苦手の理由が全部同じでありつつも、若干落ち物パズルだけ違うみたいなところがあって、格ゲーとかシューティングに代表されるその1回のプレイで全てリセットされるみたいな感じがちょっと苦手で遊んでる最中に急になくなるじゃないですか。15分とか20分、特になんだろうな、ロールとかやっててもそうだけど、一戦終わったらまた次最初からみたいな、ちょっとああいうスタイルのが苦手なので、格ゲーとかシューティングとかも同じ理由であんまり得意としないというか、一回やって区切りがついちゃうとそこでなんか残念に思っちゃうんですよね。さっき頑張ってたのゼロじゃんみたいな感じで。で、落ち物とかパズルはテトリスとかぷよぷよとかね、昔から好きだったんだけど、親がめちゃめちゃうまくて母親がめちゃめちゃうまくてボコボコにされるから苦手意識を持ってるっていうような感じですね。なのでちょっとね、ホロライブさんの方で一時期というかちょっと前に
テトリスとかぷよテトがめっちゃ流行ってたんで、ああいうねことがあればまたそれ系のゲームをプレイしたいなとは思いますが、いかんせん下手なのでお手柔らかにって感じですね。次、興味。これはもう完全に今後やっていきたいなっていうようなところですね。コープ系、いわゆる、協力して何かをするっていうゲームで、これはもう配信していく中でやっぱりコンテンツとして強みがある、誰かとコラボができるっていうので、純粋にやっていきたいなっていうやつです。次、テトリス。これもさっき挙げたやつですね。純粋にテトリス自体は昔から好きなので上達していきたいっていうのもあってやっていきたいなって感じです。マインクラフト、これ興味なのかって一部の人に言われそうですけど、興味ですね。しばらく離れてたっていうのもあるし純粋にやっぱり世界一売れてるゲームでちゃんとやり込みたいな。特に RTA とか、エンドラ RTA とかもやってみたいっていうと語弊があるな。ちょっと前にやってたので、なんか今の環境でも改めてやりたいなって感じですね。次、ゲームじゃなくて今度は有料銘柄探し。これ株式の話ですね。で、有料銘柄って言っても大きく2種類、いわゆるバリュー株とテンバガー候補っていうのがあってというか、その2つをちょっと挙げてるんですけど、いわゆるバリュー株っていうのは、持ってることで配当ベースで、年間そうですね 6% から 10% とかを得られて、早めに、投資金額を回収できるような銘柄のことを一般的にバリュー株っていうんですけど、そういったもので、次はテンバガー。テンバガーってその名の通りというか言葉の通り、株価自体が、10倍まで上がるもの。何気に日本の株式市場って年数銘柄、このテンバガーって言われてるようなものが発生していて、結構その跳ね上がる、ある日突然10倍になるってことは、もちろんストップが高的な仕組み的な問題でもないんですけど、結構ね、毎年多い年だと本当に5銘柄とかそんなに被ってるタイミングがあったかな。でも3銘柄4銘柄っていうのが成長、急にその年跳ねて成長したっていうのであって、結構ねそういう銘柄を見つけると一気に資産増えるので、やっぱりみんな欲しがるし、そういうなんだろうな、いわゆるベンチャー企業の株で天場がなるような株ってある程度見つけるためのコツみたいなのもあるので、そういうのを実際に情報を見ながら探すっていうような半ば雑談配信なんだけど、その天場が候補を探すみたいな配信も面白いかなって思うので、ちょっとやってみたいなって思ってます。で、次、プログラミング。これはねちょっと若干悩んではいるんだけど、例えばマインクラフトって言ったらモッドとかプラグインっていうのが盛んなゲームなので、そういったものをね開発してオリジナルのモッドを作って、それのプレイ動画みたいなのをやってみるのも面白いし、そのプログラムを実際書いてる作業配信みたいなのもいいのかなっていうふうに思ってます。で、プログラミングゲーム、これ書いたんですけど、スイッチのなんて名前だっけな、任天堂さんが出してるプログラミングが実際に文字ベースでコードを書くんじゃなくて、ブロックみたいなのを組み合わせて、ループの処理だとか分岐の処理を作って実際にゲームに落とし込むみたいな、そういうゲームがあるんですけど、そういったゲームをそのエンジニアが実際やったらどうなるのかみたいなのですね。それをちょっと考えてます。で、ここからはだいぶ if の世界というか、できたらいいよなっていうやつなんですけど、サービス開発。これね、昔お酒が好きすぎてお酒のサービスを立ち上げようっていうことをしてたんですけど、そういった感じで本当にビジネスやろうみたいなのを配信の中でその用のサービスをプログラム実際に書いていって、本職のエンジニアがどういった仕事をしているのかみたいな、そういった配信が
できたらなんか面白そうだなっていうので上げてます。ただやる可能性は限りなく低いです。できたらいいなとは思います。で、配信ツール開発、これあれですね、とっさにちょっと上がってこないですけど、昔数ヶ月前に作ったのだと、そのいわゆる、配信者向けの、トークデッキをランダムで一定時間ごとに表示するみたいな配信で使えるツールみたいなやつですね。結構そのアイデアさえあれば割と1日2日で形にできるような小規模のものとかも結構ニーズはあったりする界隈なので、なんだろう、プログラミング的にも結構ハードルが低いので、初心者向けのそういう配信としても題材としては面白いかなっていうふうに思います。次、データ分析。これね、ちょっと見バレっていうと語弊があるかもしれないけど、見バレしそうな話をこの後するんですけど、まずこのゲーム内データの分析調査、これやりたいことっていうのが、なんだろうな、ゲームってその複数のデータがいろいろなところで見えてないところでも動いていて、で画面に見えてるプレイヤーに与えられる数字なりその情報に対してゲーム内でマスクされてる見えないデータってのがいろいろ動いていて、いろいろなんだろうな、そのランダム性があったりだとか変化、時間の流れによる変化みたいなのがあるんですけど、それを、分析して、プレイヤーがこういう動きをしたらゲーム内のデータはこういう風に変わるよねみたいなのを、見つけていく。なので逆算してどういう行動をしたら最適な結果が返るかみたいなのを、調べていくようなことを、やりたいなと思ってます。ちょっとね、具体例を挙げちゃうとあれなんですけど、例えばファイナルファンタジー14の、6.1 でかな、追加された無人島に、無人島貿易みたいな機能があって、そこでその無人島で働かせて作った特産品っていう島の特産品ですね、それを出荷して無人島での通貨を稼ぐっていうのがあるんですけど、それのその需要と供給の変化っていうのが内部データになっていて、プレイヤーには見えないようになってるんですけど、それがじゃあ、明日どう変化するのか、今週どう変化していくのかみたいなのを、分析してツール化するっていうのを1年ぐらい前かな、去年の多分8月ぐらいに実装されてたと思うので、作ってました。ちなみになんかどうやってしまうと、そのツールは全世界で、一番最初に仕組みを解明してツール化まで持っていってました。アメリカの方とかでね、なんか英語圏の方でグループ組んでそのスプレッドシートにツール作ってる方いたんですけど、少なくともそのツールが 100% 正確な値を出せるようになる前に僕は正確な値を出せるようにしていたので、ちょっとね、これはドヤポイントですね。で、次、データ考察。これもなんかさっきのやつに近いじゃ近いんですけど、どちらかといえばそのなんだろうな、オンラインゲームのそのマーケットとかで、ユーザーが出品していくものっていうのはゲーム内のデータではあるけど、ゲーム側に依存して変化するデータではないと思うので、そのルール化とか仕組み化っていうのがないものなので、じゃあなんていうのかな、今後その値段が上がるか下がるかっていうのは、そのさっきみたいなデータを分析して分かるかどうかって言ったら分からないものになるので、その条件がいろいろとあって、じゃあこのアイテムは今後こういう理由で値上がっていくと思うみたいな、そういった考察とかですね、そういうのをちょっとやってみたいなっていうふうに思ってます。ただ題材がね結構難しいし、どれを選ぶかで時間かけてるとオンラインゲームって結局どんどん進んでっちゃうので、そうなると結構やりづらい題材ではあるのかなって思います。なので出てきた時はいいアイデアがあったんだなっていうことで思っておいてください。多分やりたいけどできない項目の一つですね、これは。
次 YouTube のチャンネル分析。これは純粋に、本業みたいなところですね。アナリティクスの情報を見て、そのチャンネルがどうなのかみたいな分析とかですねをしたいなって思います。なのでアナリティクスの情報を見せてくれる方、もしくは分析してほしい方いましたら連絡ください。やばい、めちゃめちゃ喉イガイガしてる。ちょっと一瞬ミュートしますね。はい、失礼しました。めちゃめちゃ喉イガイガしてる。次、言語学習。これはね、結構いろんな VTuber さんだったりとか配信者の方でやってる人もいますよね。そのデュオリンゴで英語を勉強しますとか、スペイン語勉強しますみたいな。そうですね、そんな感じで、実際ね、すごい人生的な意味でのめたい発言をしてしまうと、現代における語学学習ってすごい極論無駄だと僕は思ってしまっているんですけど、日本人の 99% は AI より英語下手だよねみたいな時代にすでに入っちゃってると思ってるので、今英語勉強するぐらいだったらもっと別のことを勉強して、言語は翻訳に任せた方がいいよねっていうような感じですね。とはいえ、なんだろうな、いざ今コミュニケーション取りたい相手が英語しか話せないよねっていう環境はなきにしもあらずだし、英語を話せたらいいよねっていうのは当然あるので、なんだろう、ペラペラになってネイティブとめちゃめちゃ盛り上がる会話ができたらそれは理想ですけど、単純に意思疎通ができてコミュニケーション取れて配信しながらわちゃわちゃできるぐらいの英語力が欲しいなっていうのでここに書いてます。でスペイン語は特になぜスペイン語かっていうと、僕が中学生の頃にハマってたオンラインゲームがスペインのゲームだったんですね。で単純にちょっと言語として思い入れがあるのでここに書いてます。気持ち的に言えば多分ドイツ語の方のが興味はあるんですけど、いわゆるかっこいいと言われるドイツ語なので、ただドイツ語は癖が強くて単語の癖も強くて発音も結構難しいので、若干諦めの気持ちでスペイン語を選んでます。次、動画。そうか、ここ一番最初の分岐が多分配信と動画かな。配信と動画、そうだね、配信と動画なので、こっちは動画、多分ちょっと動画を作るのは時間もかかるし、作ろうとしてるコンテンツってのがまた結構重たいテーマなので、あんまり期待はしないでください。だけどこういったことをやりたいなっていうことは考えているので、見ていきましょう。まず解説系動画。これは先ほど上にも挙げた株とかゲームとかデータ分析ですね。なぜそういう考えに至ったかとか、ゲームで言えば、金策とかレベリングの効率的なやり方っていうのはところの解説動画です。ただこれはないかもしれません。で、配信の要約切り抜き、これが一番多分多くなりますね。自分の配信を切り抜いたりとか、何日から何日までとかの配信の要約みたいな感じでまとめた動画を作ろうかなと思ってます。歌ってみた、これね、やっぱりツイッターでも聞かれたんですけど、ツイッター X って言わなきゃ怒られちゃいますね。歌ってみたやるんですかみたいなこと言われたんですけど、難しいですね、歌ってみたは。昔いにしえの時代、ニコニコとかでね、インターネットカラオケマンって自称して歌ってみたみたいなことをやってましたけど、カラオケに週8とかで行ってた時代があって、あの頃はね声も出てたしよかったんですけど、最近もう喉ねこんな感じで常にイガイガしちゃってたりとか、もう全然歌ってないからね、上も下も声は出ないんで、ちょっとコンテンツとしてね歌ってみたらやっぱり伸びるし
強いなとは思うし、流行り物って意味でね、特に最近だと YOASOBI さんのアイドルとかめちゃめちゃ誰が歌っても数字つくじゃないですか、ある程度そういう言い方は良くはないけど、めちゃめちゃコンテンツとしての力がやっぱりあるんで、やってはみたいとは思ってます。次、最後、配信とか動画とか関係なくですね、これはなんて言えばいいんだろう、例えば X で1週間でこんだけ伸びましたみたいなのとか、半年前の動画で言ってたこの株10倍まで上がりましたみたいな、そういった報告は随時やっていこうかなとやっぱり思うので、そういった株関係の話ですね。まずこれは高騰予想、これはもう配信でも多分やるっていうことは考えてるんですけどツイッターとかでもこの株良さそうみたいな感じで雑に報告とかしようかなみたいな感じですね。天馬川候補、これはめちゃめちゃやりたいけど実際当たるかどうかなんて1年2年待たなきゃ分かんないだとか、結構ね伸びそうな最近の株いくつか見繕ってはいるんですけど、例えば一つはその医療系の株だったりするので、その技術自体は確立したけどその技術を使った、ビジネスはまだ今後っていうような形で、そういった株って絶対に伸びるとは思うんですよね。今価格が1株500円とか550円600円ぐらいなので、6600円とかまで上がれば10倍ってなると、結構その狙い目というか、今6000円の株が6万円になるっていうのは結構難しくて、逆にそういった株ってやっぱりすでに高いから株式の分割とかも含めていつかは10倍になるかもしれないですけど、やっぱり伸びしろの多さって言ったら安定期に入っちゃってる企業だとやっぱりそういうの難しいから、そのベンチャー企業とかがやっぱりターゲットにはなるんですけど、その中で、3年後とか5年後に10倍ぐらいまで伸びたらいいな、今伸び始めてるから今後うまくいって跳ねたタイミングでそれぐらいの倍率まで上がってほしいなっていうような候補ですね。でもう1個が 1.5 倍から2倍程度、これは要は1年後に 1.5 倍とか2倍になる成長株を見つけるってことですね。天馬川がその一発逆転ドカンって当てるのと比べて、こっちは本当に堅実に増やしていく、なんだろう、2倍の株を、8回とか見つければかな、多分100万が200万になり、それを売ってまた買ったら次400万になり、で次800万、次1600万、その次3200万、その次6400万、その次1億2800万って、だから7回2倍になる株を見つければ1億超えるんですよね。初手100万だとしたら50万だとしたら8回だし、25万だとしたら9回、12万5千、約10万ちょいだとしたら10回見つければ1億超えるって思えば、なんだろう、天馬川っていう年に1銘柄とかしか発生しないかなっていうようなものを見つけるより、1.5 倍から2倍ってその投資やってる人たちだと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ数あるんですよねだからそういうのを細かく見つけて毎年2倍に増やしていけたら、一気に資産は増やせるので、じゃあそういった方も見つけていきたいなっていう考えです。で最後が保有株式の成果報告。これね、なんかこれ当たる、これ伸びるみたいなことを言って、お前買ってねえから無責任だろみたいなことになっちゃうとあれなんで、増えた減った、報告できたらいいなって考えてます。はい、これが今まで準備したやつですね。40分、ちょっと予定と同じぐらいですね。だいたい30分ちょっとで話しきれるかなって考えていたので、いい感じですね。はい、そんな感じの港随でした。画面をちょっと戻そう。いない、いた。なんかコメントの表示がおかしい。これ表示されてなさそうな気がする。どうなんだろう。でも配信の画面だと出てないね。なんでだろう。おや、なんでだろうね。
今気づいた。コメント再取得がうまくできてなかったね。配信への接続が多分うまくできてなくて、コメントが取得されてなかったらしい。配信画面ちゃんと確認する余裕がないのがバレてしまう。めちゃ緊張しながら喋ってるからね。はい。やばいね。まだ40分しか経ってない。あと23時間20分あるのに、喉すでにカスカスになってきてんだけど。で、あと20分あるので、ここからは、マシュマロもらったやつ回答していくのと、コメントで質問があったらそれも拾っていくので、随時コメントください。これは書いとこうか。書いとけなかった。YouTube スタジオ君消え去ってた。びっくりした。なんでだ？管理画面がね、開きたかった。固定に入れましたが NG ないのでどうぞ何でも答えます。はい、とりあえずまずは、マシュマロがいくつかいただいていて、かぶりもあったのでサクサクっといきます。まず、はい、プレイする予定のゲームを教えてください。得意なゲームとか経験あるゲームを教えてください。これ似たようなのがあったので、この後出てきたらちょっとスキップするかもしれないですけど、プレイする予定のゲームを教えてください。今予定としてあるのは、MMORPG で言えばクロイスバック、ファイナルファンタジー14もちょっとやってみたいなとは思うんですけど、ちょっと砂漠にはまりすぎてるので未定です。それ以外のゲームだと数え飯がね、本当は初配信で修行僧になるって言いながら数え飯を10時間ぐらいやろうと思ってたんですけど、ちょっといかんせん7月末とかに存在を知って8月の発売だとちょっと旬が過ぎちゃうなっていうのでやる予定って言ってたんですけど、多分やらなくなりました。得意なゲームは先ほど自己紹介の中であったんですけど、ドラクエとかの RPG とかですね。経験あるゲーム、これジャンル絞らないと多分無限に喋れるんですけど、2010年頃までにサービスされた、日本でサービスされた MMORPG は多分全タイトルやってます。ただこのやってますっていうのも、ダウンロード中にやめたみたいなのも含めて、ダウンロード中にウィキとか公式サイト見てて、やる価値ないなって思ってやめちゃうゲームが昔あったんですよね。やっぱり当時の MMORPG ってやっぱり夏冬に新作がドカッと出るっていう時代で、同じものに見えてしまうっていうんですか、グラフィックとそのスキルとか街とか人の名前を変えただけで同じゲームじゃんみたいな、そういったゲームがやっぱり多かったので、そうだなって公式サイトとかウィキ見てて思っちゃったら、ダウンロード途中で中止して終わるとか、インストール中になったやつを終わるまで待ってそこはインストールして次のゲームに行くみたいなこともあったので、それも含めて言えば全タイトル触りました。で、多分 MMORPG で言うと、結構長くやったタイトルっていうのはやっぱり長くやってたらそれだけ時間使ってるので数も限られてくるんですけど、RO、天井碑、メイプルストーリー、テイルズウィーバー、
トリックスター、アラウト戦記、ラテール、ツリーオブセイバー、あとはなんだ、黒い砂漠もそうですね。サービスインの時からめちゃめちゃやってたので、あとはフリフオンラインとかローズオンラインとかもそうか。あとはリネージュ、そう、リネージュ2とかも結構やってたな。とっさに思い出せるタイトルっていうとそんな感じですね。で、それ以外でプレイする予定のゲームで言えば、あとマインクラフトと、あとはその12月に発売するドラゴンクエストモンスターズ3、これもちょっと予定としては今挙げてます。随時見つけて、新しいゲーム見つけて面白そうだなと思ったらやろうとは思うので、予定としては今挙げたところだけど、なんか面白そうなタイトル見つけて配信予定立ててるのを見たら、興味持ったタイミングで見てくれるとありがたいなと思います。はい、次の質問。どんなゲームする予定ですか？速攻かぶってきたね。今言った通りです。はい、次。コラボしてみたい VTuber とかいますか？これめちゃめちゃ困ったんだよな。本当はしれっと取り上げないでおこうかみたいな気持ちでいたんですけど、一応 NG なしと言ってしまったので取り上げます。これ2つちょっと分けるというか、コラボしてみたいなっていう、絶対無理だけどしてみたいなって思う人と、現実界としてコラボしたいっていう相手ですね。で、コラボしてみたい、本当にコラボ相手、多分人間として興味を持ってる人がいて、VTuber 正直あんまり興味もなくてずっと、どちらかといえば避けてたんですけど、マイクラ復帰しようってなった時にマイクラの配信を見てたら、ちょうどそのタイミングでホロライブさんのね、マイクラが新サーバーできたっていうので、みんなマイクラをめちゃめちゃ配信してた時期で、ホロライブのマイクラ配信をめっちゃ流れてくるたびに全部見てるみたいなことをしてたら、なんかめちゃめちゃホロライブさん詳しくなっちゃって、なんか、周りからは割と箱推しだねみたいなことを言われるんですけど、なんかそうですね、純粋に皆さんすごいですよね。配信見てるとやっぱりトークうまかったりだとか、企画力すごいなって思ったりだとか、そういうのすごいなって思ってでコラボしてみたい VTuber って今の話からホロライブさんなんですけど、船長のトークをもう1時間ぐらい間近で聞いて勉強してみたいなっていうのがめっちゃあって、純粋にバカほどトークうまい人、昔芸人さんと30分ぐらい喋ったことあったんですけど、やっぱプロってトークめちゃめちゃうまいんですよね。あれが配信って形だと大多数に向けて8割一方的に喋るものだと思うんですけど、トークってなると自分に向かってで相手に向かってその2人の間で喋るっていうので、めちゃめちゃ勉強になると思ってるので、ちょっとそういう意味で船長と純粋にトークするっていうようなコラボっていうのは30分喋ってみたいみたいな感じなんですけど、ただコラボしてみたい、夢みたいな方のコラボしてみたいってやつですね。で、コラボしてみたいというか、コラボしたいっていうのが現実界としてライバーワールドっていうコミュニティに入ってるんですけど、そこにいる、活動者さん、 VTuber だけじゃなくて普通に配信とか動画投稿されてる方もいるんですけど、その中で、皆さん好きなゲームやってたりだとか、こういったゲームをプレイしてますっていうのをアピールされてる方もいるので、初めてやるゲームで先輩教えてくださいよっていうようなやつとかもいいし、得意なゲームだったら一緒にやろうぜっていう感じでもいいので、そういった感じで今後コラボしていきたいなっていうふうには考えてます。
って感じでいいでしょうかね。 VTuber って書いてあるけど、ちょっと VTuber 以外も入っちゃったな。次何系エンジニアですか。何系、これどういう風な回答を求めて何系って言われてるのかな。いわゆるその IT 系ですよっていう話では多分ないと思うんですよね。その僕が IT 系のエンジニアだってことは多分知った上で、その上で IT のどこの分野ですかって話だと思うんですけど、僕はいわゆる一般とか汎用業務系が多分強みとしてはあって、経験としては Web と、組み込みもやってますって感じですね。これ雑に経歴語るとマジで見バレする可能性はあるんですけど、昔は飛行機のシステム作ってましたとか、それと同時期にヘリコプターの自動操縦のオートパイロットですね、いわゆるのプログラムとかも書いてました。で、最近だと本当にウェブ系のサービスですね。ちょっと名前はしれっと出しちゃうとあれなので出せないですけど、その健康管理のアプリのバックエンドを担当してたりとか、今あれもうサービス終了しちゃったのかな。サービス終了しちゃったサービスの話はさすがに出さない方がいいよな。あとはですね、これ類似アプリがないから喋っちゃうと 100% 特定されるな。まあそんな感じでいろんなアプリだとかシステム開発だとかやってます。はい、多分言えるのはここまでです。次、推しの VTuber いますか。推しの VTuber いますか。これもう一個多分質問あったよね。やっぱ推し VTuber いますかってのがあるね。推しの VTuber、これもそうかな。推しっていう概念では多分ないかな。純粋に尊敬してるって意味ではさっきの話でホロライブのマリン船長、あれはまあ純粋にトークすげえなって思うので、そんな感じです。推しとはちょっと違うかもしれないけど。はい、次、天馬川株教えて、俺が教えてほしいね。そんな未来見てるわけじゃねえから分かるわけねえだろ。俺が教えてほしいよマジで。天馬川株なんて、天馬川株見つけてたらね、もう今こんなことやってなくて、ひたすら毎日ね、そのなんだろう、3つぐらい本業と一緒に副業しつつバイトしつつで無限に金稼いで全部そこに投資してる。何年後に天馬川っていうか10倍になるか分かんないけど、もう無限に働いて無限にそこに投資して10倍になった瞬間に売り抜けて、その時の資産額次第だけど、多分今こんなことはやってないかな、知ってたら。まあでも天馬川しそうな株はね、調べて探していきたいと思うので、そういう配信してる時に見に来てください。おっと、これ一番拾うか迷ったけど拾ったやつ。以前ツイートしていた20代で3億ほど資産消し飛ばして危うく借金まみれのとこなるとこだった VTuber について詳細を教えてください。これね、スイスフランとトルコリラ、ここ10年ぐらいかなで弾け飛んだ国の通貨なんですけど、多分この2つの名前挙げたら分かる人は察してくれるとは思うんですけど、仕事中にね、ある日突然、あの時はトルコリラかな、大暴落して、今なお暴落し続けてる通貨で、なんだろう、最近またちょっと下がりまくってて、またなんかニュースになってた気もするんだけど、当時の下がり方結構やばくて、で僕トルコリラ直前に、上がる予兆があったのでレバー組んでだいぶ買ってたんですね。で仕事昼休みぐらいだったかな、なんかスマホにめっちゃアラート飛んできて、その一定下がったらやばいよねっていうので、その自作のツールでアラート来るように組んでたんですけど、バカほどスマホ鳴ってでもうそこからやべえと思って、速攻トイレに行って30分ぐらいスマホから取引入れてたんですけど、
まあもうみんな売り入れてるから買ってくれる人なんていなくて、まあ下がるわ下がるわで、その瞬間で多分1億いくら飛んだのかなマジ笑い事じゃねえって当時思いましたけど、マジ笑うしかなかったんですよね。飛行機の開発してるとこだったのであの時のトイレから乾いた笑いが聞こえてて、多分総務に連絡入ったんですよね。なんかやべえ感じの人がいるみたいな感じででそれをそのトイレから戻った時に誰が見に行くみたいな話してて、いや誰見に行くって言ってもそれ多分俺だなと思いながら、僕所属は総務席だったんですよね当時。もともと所属してた部署が組織改革の中で名前がなくなっちゃって、総務の中の一グループとして吸収されるって感じで総務席になってたんですけど、で雑用みたいなことしながらシステム書いてて、もうほんといやそれ僕ですね多分こうでちょっと早退しようって考えてて、ちょっとシャレにならなさすぎてさっき乾いた笑いをトイレで一人上げてたんででそこで飛んだのもまあそれぐらいの金額で、当時は他で持ってた資産をいろいろ売却したりして、相殺してギリ借金は抱えなかったみたいなところですね。でその後に、スイスフランの方かなで、そっちも大暴落してで合計3億ぐらい、だから本当に当時持ってた金融資産、現金以外の金融資産ほぼ全部なくなったのかな。一時期多分ゼロになったと思うので、そんなことがありましたっていう感じです。ちょっと他の VTuber さんにはちょっとなさそうなあれなんで、何系 VTuber ですっていう時に面白そうだなと思ったんですけど、割とね起業家さん VTuber みたいな方いて、割と3億程度があんまり面白い話にならなかったんですよねだからちょっと拾われてびっくりしちゃってはいるんですけど、そんな感じでした。やばいね、時間があと3分しかない。今持ってる株の銘柄を教えてください。ちょっと待ってね、調べよう。三菱系が2つ3つと三菱 HC キャピタルさん、スクエニ、オプティマス、新日本建物、グラファイトデザイン、三菱 UFJ ファイナンスグループ、ジャックグループ。今抱えてるのはこんな株ですね。他にもちょっと投資信託とかもあるので、株って言われたんでね、この辺です。ちょっと金額とかは生々しいのでスルーしておきます。次、株、FX 等の投資等もあれば、それはも含め過去一の成功、失敗どれぐらいですか。失敗はさっき挙げた弾け飛んだ2つ、成功は先物ですね。サッカーワールドカップ、アフリカのやつかな、アフリカ大会の時の先物で、多分過去一成功したのがそれですね。その時に稼いだのが、その後のトルコとスイスの2つで吹き飛んでます。今行っている投資先とその選択根拠を教えてください。投資先はさっきの通りで、根拠は基本的に、配当が 6% ぐらいあったバリュー株かつ成長株というよりは、増配株を選んで買ってるところですね。グラファイトとかオプティマスは、上がるだろうって思ってたので、当時買いました。そんな感じです。次、普段投資する日本株はどういう基準で選びますか。増配株か、高配、いわゆる高配当株って言われる中でもどちらかというと増配株を選んでます。でそれ以外は、株を、テンバガー株というか成長株を調べよう、探そうっていう配信を明日の昼頃やってるので、そこで詳しく喋れたらなって思います。異性のタイプを教えてください。時間がね、異性のタイプ、昔は年上好きだって思ってたんですけど、最近は割と年下が好きです。ただこの年下とか年上っていうのも冷静に考えたら26歳が好きっていうことに気づいて、異性のタイプは26歳の OL ってずっと言ってます好きな女性のタイプは26歳 OL です。おっぱい大きい方のが好きです。顔いいですね、好きです。押します。押してください。ありがとうございます。はい。
プレイする予定のゲームを振り出しに戻りましたね。はい。お、ちょうど1時だ。次の枠始まっちゃうんでね、そっちへ行きましょう。はい、そういうわけで港ついでした。こんな人です。今日ね、ここからあと23時間ぐらいゲームしたり株調べたりとかいろんな配信するんで、ね、暇な人いましたら24時間やってるんでね、好きなタイミングでフラッと来て、こいつまだやってんだみたいな感じで楽しんでもらえればと思います。ではでは、次の枠はマイクラをします。ひたすら、チャンネル登録者数や、高評価くれた数に合わせてネザライトを掘っていく予定なので、よろしくお願いします。来てください。ありがとうございます。ではでは、次の枠でお会いしましょう。